なんだ。何？どういうこと？お嬢様。かや、二度とわしらのとこへは来るなと言ったはずじゃ。冗談じゃないや。俺たちはここに来たのは初めてだ。何を言うか。こんな北極の偏僻な村によそ者が何の用がある。光るクジラのひげを奪っただけではまだ足りんというのか。光るクジラのひげ、まさか。それでは GMC はこの村で光クジラのひげを手に入れたんですね。さあ、とっとと出ていかんとこの犬たちをけしかけるぞ。さあ。もうわからない人ね。ちょっと待ってくれ。なんだ。ジュニア。待ちなさい。でも父さん。ジュニアはあれぐらい平気だ。こら、お前たちどうした。犬たちを怯えさせてすいません。ですが私たちの話も聞いてくれませんか。それでお前さんたちはこの骨の主を探しておると。ええ、もう7年になります。その間世界中の海を旅してきました。そうか、疑って悪かったな。お願いです。その光るクジラのひげについてお教え願えませんか。あれは我が家に伝わる家宝だったんじゃが、連中がぜひにというもんじゃからこっちもしぶしぶ見せてやったんじゃ。それをそのまま持ち逃げしよって、ありゃ人間のクズどもじゃ。この間もまたその仲間とかいう連中が来おってな、わしゃ犬どもけしかけて追っ払うてやった。スコーピオ号の連中だな。他に何か。他に何かあなたが知っていることはありませんか。何でもいい。光クジラについての何かです。父さん。先祖代々の家宝だったんでしょ。何か言い伝えだってあるはずだ。どうです。どっこいしょっと。こりゃ大切なものなんじゃろ。わしみたいに盗まれんよう大事にしまっとくこったい。それはわしもつくづくお人よしじゃな。これじゃ何を持ち逃げされても文句は言えんわい。ほらよ。昔7つの頭の海蛇が空に現れ、地上に災いを振りまいた。7つの頭の海蛇。オーロラのことだ。昔のイヌイットたちはオーロラを災いを招くものとして恐れていたんだ。ほう。その通り。勉強熱心じゃな。そこへ現れたのがお前さんも大好きな光るクジラじゃ。光るクジラは海蛇と戦い撃退した。じゃがクジラもまた海蛇の呪いでこの世で一番大きな氷山の中に閉じ込められてしまった。その氷山が今でもこの北極のどこかをさまよっておるという。とこしえにな。父さん。今まで私が集めた伝説の中に光クジラが直接出てくるものはなかった。でも昔話だけじゃしょうがないじゃない。いや、これで確実に一歩前進だ。それでお前さんもこいつを一つ写真に撮らせてくれとか言い出すんかね。いえ、結構です。しっかりと心に焼き付けました。
何、この間のやつらはそう言って持ち逃げしよったんでな。その心がけに免じてもう一つ教えてやろうかい。もう一つ？その光るクジラを閉じ込めた氷山じゃがな。何ですって？光る氷山を見た？どこで？今でもそこにあるかどうかは分からんし、わし自身がそれを見たわけでもない。じゃあ誰が？2年前の冬のことじゃ。北の海を旅する犬ぞりからトゥーピアとツピックが迷子になってしもての。トゥーピアはともかく、まあツピックがついとるから大して心配はせなんだ。案の定2日ほどしてツピックがトゥーピアを連れ帰った。それでおじいちゃん、その2人が光る氷山を見たの？2人じゃと？とんでもない。ツピックはソリ犬じゃよ。さっきお前さんたち吠えた中におったろ。じゃあトゥーピアっていうのは？わしの孫じゃよ。まだ6歳じゃった。この辺りの海図です。わかりますか？ここがわしらの村じゃな。ええ、そうです。それでお孫さんが光る氷山を見たというその場所ですが。ならばこの辺りじゃ。なんと、ここから50マイル以上はあるぞ。大した犬ですね。まあな、ツピックは一番の添い犬じゃ。わーわーとなくトゥーピアを連れてちゃんと戻ってきよった。光る氷山のありかは確かに教えたが、そこまで行きつけるとは言わなんだ。お前たちのその船で行くには氷が厚すぎる。ダメだ。このちっぽけなペペロンチーノ号じゃこれ以上は進めねえ。とにかく重さが足らないんだ。これ以上は無理だ。なんとかなんないのある。自慢のペペロンチーノ号でしょ。無理言うね。こんな本格的な氷海、相当大きな船でなきゃ氷をぶち割って進めねえんだ。犬の声。なんだありゃ。犬ぞりだ。こっちへ来ますよ。なに？こんなところにも犬？やっぱりこんなところで立ち往生してたな。じいちゃんの言った通りだ。じゃあ、あなたがトゥーピア？そうさ。他に光る氷山へ道案内できるやつなんていないだろ。ありがたい。なるほど、これがツピックか。かわいい犬ね。何言ってんだよ。さっきあんだけ吠えられてたくせに。じゃあこいつらさっきの犬たちか？そうだよ。吠えろと言えば吠える。やめろと言えばやめる。こいつらみんなツピックの言う通りさ。そのツピックに命令できるのはじいちゃんとこのトゥーピア様だけなのさ。なるほど。どうかな。迷子になって泣いているところをこの犬に助けてもらったんだろ。それは昔のことだい。お前みたいな子供に言われたかないや。何言ってんだい。僕よりずっと小さいくせに。変だ。なんだったらまた犬をけしかけてやってもいいんだぜ。なるほど。もし君がまだ小さかったために光る氷山の場所を覚えてなかったとしても、君が一声このツピックに教えろと言えばきちんと教えてくれる。そういうわけだ。よくわかってるじゃないか。さあ、ぐずぐずしないで出発しよう。アルは船を村まで戻してそこで待機していてくれ。オキドキ。それから私は遠慮するわ。お嬢様がそうおっしゃるなら私もお留守番を。トーマスはもちろん行くよね。僕
弱虫は行かなくてもいいんだぜ。弱虫だって。ナナミ、僕も行くよ。途中で泣きべそなんか書くなよ。書くもんか。僕はもう10歳だよ。君のような子に行けるのなら僕にも行けるさ。ふん。ふん。頑張って光クジラを見つけてこいよ。ああ、キコ、ジュニア、おとなしく留守番しててね。なるほど、いいチームワークだ。当たり前さ、こんなの。太陽があんなに低い。まるで夕方みたい。次第に気圧が低下しつつあります。前線が接近中、天候が急速に悪化します。ブリザードになる恐れがあります。よし、ゾンデ収納。アンテナ類も格納しろ。だが探査は続行する。ブロック24へ移動だ。そうそう、少しぐらいの雪で探査をやめてもらっては困ります。寒い。あんな吹きさらしで何時間もソリに乗ってたんだもんな。犬たちに食事をさせなくてもいいのかね。いらない。犬たちの食事は3日に1度で十分だ。へえ、お腹減らないのかな。よし、出発だ。もう少し火に当たらせてよ。だから弱虫を連れてくるのは嫌なんだ。そんな。ブリザードが来る。先を急ごう。ブリザード？狩猟用のイグルーがある。本当に来るの？ブリザードなんて。こんなによく晴れてるのに。疑るなら残ってもいいんだぞ。そんな。頑張るんだ、トーマス。助かったよ、トゥーピア。氷原の真ん中でこんな吹雪に出会っていたらひとたまりもなかった。こんなのすぐにやむさ。こういう時には動かないのが一番だ。前方に氷山、鳥かじ245へ。245、ようそろう。視界が悪すぎる。今さら何をおじけついているんだ。レーダー操船だっておぼつかない危険な状態なんだ。レーダー不調、これ以上は危険です。見ろ。なんとかならんのか。ダメです。前方への視界が完全にブラックアウトしました。危険です。どうしたツピック。危ないトーマス。
そのクラックは海まで落ち込んでるんだ。海水に落ちたら心臓麻痺で死んじまうんだぞ。はあ、待って、トーマス、早く。先を急ぐ。そんな奴と一緒に長々と旅をしていたくないからな。そんな、この北極の厳しい自然じゃ一人がしくじればみんなの命が危なくなるんだ。厳しいね。でもそれは海も同じだ。おい、どんな様子だ。ダメです。この氷はちょっとやそっとじゃ割れません。だったら構わん。 TNT を使え。バカ。だけどこれだけの氷ですぜ。構わん。爆薬なんだ。腐るほど積んであるんだ。いいからさっさと準備をしろ。こんな寒い氷の上で道路工事みたいななんだかかすってきやがったな。ここか、ツピック。何も見えない。遅い。何をやってるんだ一体。はあ、爆薬が大量ですのでもう少し時間がかかります。時間がないんだ。はあ、大丈夫なのか、そんなに爆薬を仕掛けて。光クジラの骨に変化はない。あの氷山もやっぱり光ってないよ。苦労してここまで来たのに。来てくれなんてお前に頼んだ覚えはないぜ。またどうしてトゥーピアはあんなにトーマスのことばっかり悪く言うのかな。トゥーピア、もう少し氷山に近づいてみよう。お安いご用さ。どうしたナナミ。ナナミ、聞こえんぞ。おい。頑張れトゥーピトーマス頑張ったね。ありがとう、トーマス。トゥーピア、君もしかして女の子？やだトーマス、わかんなかったの？トゥーピアは女の子よ。また来るよ。ナナミ、もう一度ペペロンチーノ号に連絡を。はい。足は大丈夫かトゥーピア。ペペロンチーノ号、ペペロンチーノ号、こちらなの。氷が安定してない。また来るぞ。
山の裂け目から溢れ出た光、あれは光クジラなの？光の正体を突き止めるって、父さん、この海に潜るの？次回、氷の迷宮、埋もれたままの時間、絶対見てね。夜空見上げよう、なぜか眠れない夜は星のささやきが聞こえる気がする。迷わずに信じていたら、願ったことはいつか